皆さんこんにちは、ガジログです。今回はXiaomiからXiaomiスマートバンド8がついに発表されました。一体どんなところが変わったのかも含めましてスペックの方をご紹介していきたいと思います。それでは待望のXiaomiスマートバンド8、Xiaomi China公式サイトの情報を Google 翻訳したものでお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ではまず主な特徴を見ていきたいと思います。まずはこちらのデザイン。いやー、すごいエレガントになりましたね。スタイリッシュ、かっこいいというよりはおしゃれといった方がいいのかなという感じになります。この本体は縦長で伝統的なデザインにはなっているんですが、このバンド自体がどのように取り付けと取り外しができるのか、かなり気になるところではありますね。ただ、こちらを拡大してみますと、本体とこのバンドの部分、少しね、切れ目が入っていることがわかりますので、何かしらで簡単に取り外しができるんじゃないかなというふうに読み取れます。ではディスプレイの情報になります。触覚的な外観と感触、スマートで滑らかとありますが、より高いリフレッシュレートは超滑らかな体験をもたらし、操作感とスライド、無段階の自動明るさ調整、環境の明るさに正確に適応し、目の画面の明るさを、多分調整しますというふうにね、出てると思いますけども、なんと自動調光機能が搭載されました。これはすごいですね。先日発表されましたファーウェイバンド8ですけども、そちらには残念ながら自動調光は搭載されていないんですね。というわけで Xiaomi スマートバンド8は一歩そこの部分では先に進んだということになりますね。そしてリフレッシュレートは超滑らかな体験をもたらすとありますけども、なんとリフレッシュレートは 60Hz に対応しました。これもですね、このスマートバンドにまさかリフレッシュレートの概念が入ってくるっていうのはちょっと意外でしたね。ただバッテリー消費とのトレードオフもありますので、この辺ね、調整できるとより一層いいですよね。そして解像度の PPI に関しましては326になっていますので、かなり高精細になっています。そして明るさは最大600ニットまで対応していますので、自動調光と相まって屋外でも600あればね、十分視認性は高いんじゃないかなと思います。というわけで、新しいクイックリリースデザイン、スタイリッシュな質感と何々と書いてありますが、Xiaomi ブレスレットは新しいクイックリリース構造でアップグレードされたということですね。メタリックな質感、ライトゴールドとブライトブラックの2色を初採用とあります。これまではシリコンバンドの間に本体をはめ込むというようなね、形になっていましたが、それに関しましてはこの8からは今までのバンドは使えないっていう風になるんじゃないかなということですね。というわけで、これまでの持ってきたスマートバンド6、7という感じでね、シリコンバンド流用することができましたが、使えなくなってしまうんじゃないかなという感じですね。そしてファッションの自由を取り入れた様々な新しい外観を持っていますということです。新しいクイックリリース構造はファッションの質感をもたらすだけでなく、リストバンドの素材の可能性をさらに開放し、豊かで精巧なファッションのリストバンドは目がくらみ、新しいネックレスの形さえありますということで、ネックレスにも対応しているわけですね。様々なバリエーションを用意しています。この写真にありますようにレザーバンドや、そしてこういったおしゃれなタイプも含めまして、これは別で購入が必要だと思います。そしてめちゃめちゃおしゃれなバンドもあります。個性を包み込むコントラストカラーデザインのダブルサークルレザーリストバンドとは長いですけども、こういったね、めちゃめちゃおしゃれなバンドとともに文字盤もそれに合わせたデザインになっています。これを見てしまうとね、やっぱりファッションとして買ってみようかなっていう方も出てくるかもしれませんね。そしてついに出てきましたが、ペンダントタイプのものになります。スマートスモールペンダントとありますが、新しいクイックリリース構造はブレスレットに新しいステージを与えます。セイコーブレスレットの驚きをインテリジェントな装飾に変えます。同時に時間、歩数、NFC 版ならではのカードスワイプ機能とありますけども、こういった感じでね、新しいスマートバンドの価値っていうものを提案しています。どうなんでしょうかね。普通に考えると心拍数とか血中酸素とかね、そういったものを測ることはなかなかできないわけですけども、ただ時計や歩数計だけでいいよっていうことであれば、なおかつおしゃれな感じですね。新しいこういったスタイルが魅力的であれば、これも一つありなのかなと思います。そしてこれはですね、今まで通りのリストバンドになりますが、TPU 素材のリストバンドが標準になっているということですね。標準構成はブラック、オフホワイトの TPU リストバンドですとあります。ですので、このオレンジは標準ではないわけですけども、ブラックとオフホワイトのバンドが標準で装備されているということです。ただですね、クイックリリースタイプになっているということですので、7や6で使われたバンドは使えないということだと思います。そして折衷的なスタイルのための何百のスタイリッシュ文字盤ということです。200を超える新しいファッションダイヤル、文字盤と独自のインフォメーション、また着こなしのインプレーションが絶え間なく流れます。あら
らゆる種類のリストバンドやアクセサリーも様々な公式 CP ダイヤルで見つけることができますということですかね。ちょっと隠れてる部分があるので、なかなかちょっと意味がわからない部分がありますけども、いろんな文字盤をね、アプリからダウンロードできますよということだと思いますけども、なかなかセンスのいい文字盤がありますよね。今回特にそのバンドに関しまして力を入れていますので、バンドのデザインに合わせた文字盤がしっかり用意されています。このあたりやっぱりシャオミの統一感っていうのはすごいですね。では次はフィットネス、ワークアウトに関する情報になります。ワークアウトは150以上のスポーツモードが用意されています。ちなみにスマートバンド7は110種類以上ということでしたので、40種類以上もね、ワークアウトの種類が増えているわけですが、何が増えているかっていうのはちょっとわかりませんけれども、めちゃめちゃ増やしてきましたね。そしてランニング用の新しいランニングビーンモード、よりプロフェッショナルな足とあります。新機能ということですけども、バンド本体をこのシューズの紐のところにくくりつけて、ランニングのデータをね、より正確に取るっていうことだと思います。それで、このために専用なアクセサリーを特別に設計したということですね。ブレスレットを靴紐に簡単にプロのトレーニング、いつでもランニングできますとありますね。これ見てしまいますとね、ナイキのシューズの中にこういったものを靴の中に埋め込んでアプリと連携してデータを取るっていうのがあったんですが、それちょっとね、思い出してしまいますね。かなり古い話になってしまいますが、そんなものもありました。次はヘルスケア関連の情報になりますけど、これまで通り24時間測定に対応した心拍数測定、そして睡眠モニタリングもできるようになっています。そしてストレス測定も可能です。また血中酸素飽和度に関してもしっかりね、できるようになっています。このあたりね、順当な機能が搭載されています。そして面白いことに小さなイースターエッグが搭載されているっていうことですね。つまり隠しコマンドというかね、何か隠しゲームというか、ちょっと遊び心が入っている機能となっています。退屈な時の楽しいダイヤル楽しみましょうということで、例えば橋を渡る悪役というゲームでしょうか。そして計算でしょうかね。そしてなんかピンボールのようなものがあったり、パズル的な要素のものも入っています。次はバッテリーに関する情報になりますね。新品の高速充電、超長時間バッテリーとあります。そして毎日の生活を安心してお楽しみいただけますとありますね。高速充電アップグレード、充電時間は約1時間ですとありますね。そして通常使用のシナリオでは16日間に延長され、AOD モードも最大6日間サポートされるため、日常の使用がより簡単になりますとありますね。通常使用で16日間というのは、スマートバンド7は14日間でしたので、少しね、バッテリー持ちが伸びていますね。そして AOD を使った場合でも6日間持つっていうことは、これはちょっとすごいなと思います。ちなみにですけど、スマートバンド7で私が検証した結果になりますが、12日から13日でしたので、結構その標準の使い方と近いなと思います。そして AOD を使った場合は4日間でしたので、そのあたりもね、バッテリーの容量なのか、システムの効率化が上がったのか分かりませんが、6日間まで普通に使って持つってことですので、これはね、驚きの数値になっています。AOD 使って6日間、1週間ぐらいね、持つってことであれば、本当にすごいなと思います。気になるバッテリーの容量に関しましては、後ほど見ていきたいと思います。ちなみにですが、充電のスタイルはこういう感じになりますね。マグネット式の充電ケーブルを使うということになりますね。そして保護機能になりますが、5ATM ボースに対応していますので、50m ボースに対応しているわけですね。つけたままプールで泳ぐことができますよと出ています。そして防水に関して注意事項がここに出ていますけども、温水シャワーや温泉、サウナ、高速、ウォータースポーツには不向きですよと出ているので、このあたりもね、ちょっと注意しておきたいなと思います。そして目覚ましの時計設定ということで、アラーム機能、また天気機能、リマインダー機能、そしてオフライン決済ということで、WeChat と Alipay に関する決済機能も搭載されています。ただ中国版のみの機能となると思いますので、グローバル版とか日本版で入ってきた時には、こちらはね、多分表示されないんじゃないかなと思います。では、ここからはまだ触れていなかった詳細情報についていくつか見ていきたいと思います。まず重さになりますけども、27g とあります。リストストラップを含む重さで約 27g とありますけども、こちらは以前のスマートバンド7に関して言うと、バンド込みで 22.3g でしたので、やや重くなっているのかなという感じですね。そしてディスプレイのサイズですね、1.62 インチということで、スマートバンド7と同等になっています。全くね、形に関しては変わってない感
じですね。そして AMOLED ディスプレイで有機 EL パネルになっています。解像度に関しましてはちょっと隠れてしまっていますけど 192×490 という解像度になっています。そしてはっきりここにも書いてありますが、自動輝度調整をサポートということで、簡単に言うと自動調光機能がついているわけですね。明るさを本体が自動で調整してくれるっていう機能になります。目玉機能の一つになるかなという気もします。これついてるとやっぱり便利ですね。そしてバッテリーの容量が出てきましたが 190mAh ということです。Xiaomi スマートバンド7以前のモデルは 180mAh でしたので、若干ですけどね 10mAh 増えているということになります。そのあたりでバッテリー持ちが少し変わってきたのかなという感じですね。以前は標準で14日間でしたのが、8は標準で16日間ということですので、10mAh のアップっていうのが結構大きな要素になっているようです。そしてこのモデルはまだ中国版になりますので、システム言語に関しましては中国語と英語になりますので、日本版グローバル版とは全く違うものになると思われます。そして同梱物になりますが、スマートバンド本体と付属のバンド、そして充電ケーブルと取扱説明書となっています。というわけで気になる価格になりますが、Xiaomi 公式のオンラインサイトになりますが239元となっています。日本円に換算しますと1元あたり19.5 元で換算していますが、約4600円となります。これは安い。やっぱり中国価格っていうのは安いなと思います。このまんまの価格でグローバル版と、そして日本国内に入ってきた時の価格っていうのはさすがに5000円切ってくるってことはないと思いますので、安くてもね6000円台、そして7000円台っていうこともあるかなという気はしますが、中国版ねこのお値段で購入を考えたいなということであれば、アリエクスプレス等で購入するのもいいかもしれませんね。はい。というわけで今回 Xiaomi スマートバンド8、中国名では Mi バンド8ということになりますが、まずこのデザインですね。おしゃれ感がめちゃめちゃアップして、もうそっちに全振りしたのかなというぐらいになっていますね。今度はファッショナブルで売っていこうというふうに見受けられます。いろんな種類のリストバンドも販売されますし、そして新しいこういったね、豆みたいなカバーがついてシューズに取り付けるというね、ランニングに特化した機能もついています。そしてボクシングの機能もついています。マスターするためのトレーニング機能が入っていました。そしてヘルスケア関連は順当にねこれまでの機能をブラッシュアップしてきているものと思われますし、そしてなんとバッテリー持ちが減るどころか増えましたね。16日間ということですごいですね。また AOD を使った場合でも6日間ということで、バッテリー容量が若干ね 10mAh 増えたっていうだけで相当頑張ってるなという感じはします。そしてなんといってもインテリジェントな環境光センサーを追加ということで、自動調光機能はね一つ目玉かなっていう感じですね。見た目が気に入っていて、なおかつ自動調光がついているということに魅力を感じるのであれば結構ありかなという気はします。今回 Xiaomi スマートバンド8、1年ぶりの新モデルということで、皆さんいかがだったでしょうか。いやーもうねこういったファッショナブルなデザインを採用してきてるっていうことは、やっぱりもういろいろやり尽くしてきたのかなっていう感じはしますね。先日発表されましたファーウェイバンド8と合わせまして、いやどうなりますかね。それぞれの良さがありますので、あちらはね自動調光機能ついていませんでしたので、その辺でこっちがいいなって思う方も多いんじゃないかなと思います。これなかなかいい勝負になるかなという気はします。どちらにしても発売されて入手できるようであればね、早速レビューの方していきたいなと思いますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。